さんこんにちは、みさきです。本日はこちらのアイメイクのやり方をやっていきます。で、今日はちょっと韓国アイドルっぽい感じでグリッターもつけてみたりでやってみたので、ぜひ気になる方は最後までご視聴お願いします。こちら、このロム&のアイシャドウを2つ買ったんですけど、ショート動画にはどっちものルックを載せたんですけど、今日はこっちでやろうかな。ブラウンの方が多分みんな使いやすくて毎日メイクとかにも使えるかなと思うので、今日はこのブラウンでアイメイクをやっていこうかなと思います。めっちゃ可愛いですよね。こういうアイシャドウを一つ持ってると、例えばじゃあ、今日はこことここを使ってマットのメイクしようかなとか、あと結構ザクザクしたこういうね大きいラメのグリッターもあるので、こういうのを使ったらちょっと可愛らしい感じにアイドルっぽいような感じのメイクもできるし、これとか結構ツヤがあるタイプのこんな感じのキラキラした感じなので、ちょっと大人っぽいメイクもできたり、あんまり濃い色を使わないで薄いメイクだけで毎日メイクみたいな感じでもできるかなと思います。あとは、いつもやってるみたいにアイラインとしてこの色をちょっと目尻とかにピッて引くとか、いろんな使い方ができるかなと思うんですけど、どうしようかな。今日はとりあえずじゃあマットのアイシャドウをのせていきます。まずこの色をまぶた全体にのせていきます。ちょっとこういうねフラッフィーな感じのブラシの方が結構綺麗にブレンドできるので、小さいブラシだとねブレンドが難しくなってしまうので、大きめのこういうふわふわしたブラシを使うのをおすすめします。そしたらまぶた全体にのせていきます。でこんな感じでちょっとアイシャドウを置く感じで乗っけてからブレンドしていきます。でね、アイシャドウをのせる時にこうやってこっからビーってのせてしまうと綺麗なグラデーションが作りにくいので、私はこういう風な感じでこの角度でこうやってスライドして下の方から上に向かって薄くなるように。で特にここの目尻らへんが、ここにね汚いラインがピッて入ってると、どんだけいいアイシャドウを使ってどんだけ綺麗な色を使っても汚いアイメイクになってしまうので、必ずここが綺麗にぼかせてるかっていうのがポイントになります。そうするとどんだけ濃い色をのっけても濃いメイク、汚いメイクっていう感じにはならないです。こんな感じでベースの色をのっけたら、どうしようかな。もう次にがっつりこの暗い色をのっけようと思います。ちょっとスモーキーな感じのベースを作っていきます。でこれもまた下から置くようにのっけて、でしっかり色発色したなって思ったらぼかしていく。上に向かってぼかしていく。これを何回か重ねます。例えば今こういう感じであんまりブレンドされてないと、ちょっと汚いメイクでちょっと濃いメイクみたいな感じに見えちゃいますよね。なのでこの縁をぼかす、本当にねこの縁をぼかしていくっていうのが大事になります。でやっぱりレッスンとかしてるとアイシャドウのぼかし方とかも結構苦手な人が多いなっていう印象があるので、もっといろいろアイシャドウののせ方とかに特化した動画も作っていけたらなと思うんですけど、はい、こんな感じで今、ダークブラウンをのっけたんですけど、このね境目にちょっとこのピンクっぽい感じ、これブラウンっていうよりは割とピンクみ寄りの色なんですけど、これを間にのせてブレンドしていきます。ダークブラウンとブラウンの間ぐらいにのっけて境目をぼかしていきます。はい、こんな感じで、上まぶたのアイシャドウが終わりました。そしたらこの下にものっけていきます。今日はちょっと涙袋を作っていこうかなと思うので、この下こういう、またちょっと前の動画でもやったんですけど、こうやってこのマリモッコリみたいな顔をした時に出るこのラインですね、ここに合わせてのっけていきます。で私ちょっと前に出した涙袋の作る動画ではここの影を入れるのを
ブロンザーでやってくださいねって言ったんですけど、もしねもうその加減がある程度コントロールできるようになったよっていう人は、上と同じアイシャドウを使っても全然大丈夫です。ただアイシャドウしっかりと発色しちゃうので、つけすぎ注意ですね。つけすぎるとクマみたいになっちゃうんで、それだけが要注意なんですけど。はい、そしたら今本当にマットのアイシャドウだけで仕上げたんですけど、これでもうあとアイラインしてマスカラしてってやれば、私がよくやってるようなマットのスモーキールックっていう感じになるので、これだけで仕上げても可愛いかなと思います。だけど今日はせっかくこのパレットを使ってやっていくので、どうしようかな。このラメを使っていこうかな。このラメを、これ結構ザクザクした感じなので、指で取って、でこの真ん中に乗っけていきます。これ結構ねザクザクした感じなんですけど、あんまりたくさん乗っけてしまうと、このラメのなんて言うんだろう、こうラメのこうやって角度によってこうキラキラが変わるじゃないですか。その時にちょっとこうなんか、なんて言えばいいんだろう、ちょっとこう銀のこう黒い感じに見えてしまうような瞬間があるラメってあるじゃないですか。なんて言うんだろう、言ってる意味わかるかな。こう光が当たるとラメラメなんだけど、ちょっとこう影とかができると黒く見えちゃうような、なんか鉄みたいなわかるかな。ちょっと分かんなかったら申し訳ないんですけど、でもこういうねつぶつぶのラメって結構そういう風になっちゃうものが多くて、それの対処法としてはあんまりのせすぎない、だいたいこの程度に押さえておくっていうのと、この乗っけた上にこのアイシャドウパレットでいう、これとかこれとかちょっとこうラメラメ、粒がでかくないラメラメのものを上から乗っけるんですね。ちょっとこれを乗っけてみます。ただこれを乗せすぎちゃうとちょっとそっちの色味が強くなっちゃってグリッターが目立たなくなってしまうので、本当にちょっと上から乗っけます。そうするとこの大粒のねラメの上にこうさらにラメのフィルターがかかってザクザクグリッター見えるんだけど、あんまり角度変えてもこうギラギラした黒い感じには見えないよっていう感じなんですけど、ちょっとわかるかなこの説明。でもこんな感じでこうツヤもありつつギラギラしたグリッターも分かりつつっていう感じで、めっちゃ可愛いですよね。でちなみにこういうザクザクのグリッター、こういうタイプのグリッターを乗っけるときは結構、ベースの色をさっきみたいにスモーキーにした時の方が目立つし、映えます。直接ね何もないところにそれだけを塗るとやっぱりちょっと汚い感じに見えてしまうので、おすすめなのはさっきみたいにしっかりとアイシャドウでスモーキーな感じを作ってから上からのせるっていう感じの方が活かせるかなと思います。上のアイシャドウはもうこんな感じでいいかなと思っていて、そしたら今アイラインとマスカラをやって戻ってきます。てか反対側もちょっとやっちゃいますね。アイラインとマスカラはやってたらめちゃくちゃ長い動画になってしまうので、ちょっと他の動画とかで見てもらえたらなと思います。いつもと同じようなやり方でやっていきます。はい、今アイラインと、マスカラ終わりました。このさマスカラ今日初めて使ったんですけどめっちゃいい。本当にただ今マスカラビューラーで上げて1回塗っただけなんですけど、めっちゃさなんか束感もいい感じに出てめちゃくちゃいいかもしれない。ウォン・ジョンヨさんのシアーブラウンですね。なんかブラック欲しかったんですけども全部売り切れでこの色しかなかったので買ったんですけど、でもね全然ほぼブラックかな、わかんない。今見た感じだとほぼブラックっていう感じです。動画撮ってればよかったな。このマスカラしてるところもめちゃくちゃ良くて、私基本的にこうコームになってるタイプの方が好きなんですよね、マスカラは。でもこうやって言われてみればちょっとシアーブラウンだなっていう感じですね。けどめちゃくちゃいいですね。これめちゃくちゃ可愛い。そしたら涙袋を作っていくんですけど、涙袋のやり方は前回の動画でも上げたので軽くさらっとやっていきます。土台を作っていきます。こんな感じでちょっと今日は
アイドルっぽくしたいからちょっといつもよりマシでやっていきます。こんな感じでやったらこれをぼかしていきます。もうねアイシャドウに関しては何よりもぼかしていくっていうのが一番大事になるかな。そしたらちょっとここの目尻にさっきライン引いたんですけど、アイシャドウで軽くもう一回足そうと思います。でラインっていう感じじゃなくてちょっと影みたいな感じでやっていこうかな。ちょっとこんな感じでちょっとアイドルっぽい感じでここをこうボヤーンっていう感じにやっていきます。ボヤーンってわかります？こういつもラインをピッて引いてるのを今ブラシでボヤーンって入れました。ボヤーンってわかるかな？ボヤーンってみんな使うのかな？反対側もラインではなく影をボヤーンと入れていきます。ちょっとなんか TWICE みたいなイメージですかね。全然私 TWICE みたいな感じではないんですけどメイクだけは今日はそんな感じで入れるとまん丸っぽい感じの目になりますよね。 OK。 そしたらどうしようかな。軽く目尻にマスカラをのせようかな。でもあんまりのっけない方がいいか。ぼやーんってさしたいんで、もう本当にこの12束だけ外側に向けてやります。今下についちゃったんですけど、こんな感じ。はい。で最後にこの大きい粒、これをこの今涙袋に123粒ぐらいかなつけていこうと思います。でこれ多分どっかの動画でも多分やってるかなと思うんですけど、こうやって一粒一粒こういうブラシとかに取って、今こんな感じで一粒ねちょんってブラシの先についてます。でこれを乗っけたいところにちょんってつけます。ちょっと下の方につけます。はい。今ここに123粒ぐらいつけたのかな。ちょっとだけつけました。でねこれをあんまりつけすぎちゃうとちょっとめちゃくちゃこうキラッキラになっちゃうので、ちょっと間隔を空けて3粒ぐらいつけて、でこれをなじませるためにこのラメをちょっと取って、これはね本当にちょっとだけ、ここもこれをいっぱいつけすぎちゃうとこの大きいラメが目立たなくなっちゃうので、このラメの上に軽くこう押し付けるっていう感じでつけます。そうするとこう角度変わった時にちょっとキラキラするので、アイドルっぽい感じになるよっていう感じで、ちょっとこっちやりすぎちゃったかもしれないんですけど、でこんな感じで完成なんですけど、どうでしょう。ちなみに今日はカラコンも使ってなくて普通に裸眼でやってます。まあこれでさらに、カラコンとか入れたらもっとアイドルっぽい感じになるかなとは思うんですけど、ちょっと今手元にないのでこれでもう完成しようかなと思います。今日はこれでやってみたんですけど、アイシャドウの塗り方とかポイントは全部のアイシャドウで使えるテクニックかなと思うので、ぜひ皆さんも参考にいろんなコスメを使ってメイクを楽しんでもらえたらなと思います。はい、ということで参考になったよっていう人はぜひコメントといいねをよろしくお願いします。あとチャンネル登録もまだしてない方はよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。